今回は2023年の5、6月につけた梅干しが半年の熟成期間を経てついに完成しましたので、そちらの様子をご紹介したいと思います。半年前にアップした梅干しの漬け込み編や土曜干し編と合わせて非常にたくさんの方に動画を見ていただきました。我が家では土曜干しを終えてから半年間そのまま梅干しを寝かせて熟成させると以前の動画で説明していますので、半年経った今梅干しはどうなったのか実際に食べてみたいと思います。さらに熟成梅についてのことや今の時期にぴったりな梅レシピもご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。梅干しの魅力に気づいて早6年。梅干しを食べない日はほとんどありません。毎年20キロほどの梅をつけていましたが、家族も梅干しが大好きなので20キロでは足りなくなっていました。今度こそは多めに仕込もうと決め、去年は43キロもの梅をつけました。ちょこちょこトラブルが起きながらも無事に43キロ分の梅干しが完成しました。干す前はすごい量に感じていましたが、土曜干しをして小さくなった梅干しを瓶にまとめると43キロでもこんなもんなんだなって感じでした。梅干しを半年寝かせた理由は塩をなじませて味をまろやかにするため。干したばかりの梅干しは塩の角があり酸味も際立っています。梅干しは寝かせば寝かせるほど美味しくなるんですよ。43キロ分の梅から出た梅酢8リットルの瓶いっぱいになりました。こちらはお料理に使ったりもしますが、今年の梅干し作りでトラブルが起きた時などに使う可能性があるので、ある程度は取っておきます。こちらは赤しそで漬けた梅干し。赤しその色が薄い気もしますが、それもまた学び。今年は赤しそを入れるタイミングを変えてみようなど解決策を考えるのも楽しいです。赤しそは干してからフードプロセッサーで粉々にしてふりかけとして使っていますよ。こちらは赤しそをつけていない白梅干し。赤しそを入れていなくても梅干しらしい綺麗な色になっていますね。ふっくらしていて美味しそうです。こちらも同じく白梅干しですね。こちらもふっくらしていて美味しくできていると思います。こちらは熟しすぎた梅で漬けた梅干し。白梅干しよりもあえて2日間長く干してカラカラにしたもの。木から落ちてしまった梅は熟しすぎていて梅干しにするとべちゃっとしてしまいますが、だからといって捨ててしまうのはもったいない。私は木から落ちた梅も梅干し用に漬けます。見た目は良くないですし食感も柔らかくなってしまっていますが、梅は梅。普通の梅干しとはまた違った食感が楽しめます。こちらは去年三膜酵母が出てしまった梅。三膜酵母を取り除き土曜干しを終えてからは特に何事もなく無事に完成しました。こちらも熟しすぎていたのか
少々潰れ気味。でも美味しそうにできてよかったです。ではできた梅干しを一粒ずつ食べてみます。白梅干しから。美味しい。中がとろっとしています。ふわふわとろとろです。塩が馴染んでまろやかになっています。次は赤しそ梅干し。色は薄いですが、味はしっかりと赤しその味がします。しその味も薄かったらどうしようかと思っていたのでよかったです。次は三膜酵母がついてしまった梅干し。味に問題なし。美味しくできました。最後は熟しすぎた梅で作ったつぶれ梅。まだ塩のジャリッとした感じが残っていますね。やっぱり塩がジャリジャリします。これはあと半年から1年寝かせる必要がありそうです。この梅干しは完成してもすぐには食べません。これから最低3年熟成させてから食べようと思います。梅干しは熟成させると濃厚になり美味しくなるだけでなく薬効も高まると言われています。はるか昔の平安時代、梅干しは薬として使われ始め、当時は身分の高い人しか口に入らないものでした。この小さな一粒には疲労回復、アンチエイジング、美肌効果、血流促進、体内浄化作用など驚くほどパワーを秘めた日本のスーパーフードです。そんなスーパーフードを時間をかけながら自分で育てていく過程は個人的に結構楽しいんですよね。こちらは2022年に漬けた梅干し。塩分 14% で漬けましたが、保管期間中にカビが生えてしまったので、カビを落としてから塩分 18% の梅酢に漬け直して再度土用干しをしたものです。それからカビが生えることもなく順調に熟成できています。やはり減塩で作ると長期保存には向かないみたいです。そしてこちらは2021年に漬けた梅干しです。梅が黒っぽくなってきました。梅酢がゼリー状に固まっているのがお分かりでしょうか。熟成の過程で見られる光景のようで、3年熟成の梅干しではよく見られる光景なんだそうですよ。奥深い塩気と酸味が織りなす梅の栄養素がたっぷり詰まったゼリーです。熟成させればさせるほどどんどん味が濃厚に変化していって、この変化を感じるのが面白いです。この濃厚で旨味たっぷりな梅干しを温かいお粥に入れてちびちび食べてみてください。心も体も温まってすごく美味しいんですよ。梅ゼリーがキラキラしていて綺麗ですよね。最後は梅辛み餅のレシピをご紹介しますね。
お正月の定番である切り餅もお正月が過ぎると余りがち。そこで普通の食べ方では飽きてしまったという方は梅辛み餅を試してみてはいかがでしょうか。お餅はこんがりと両面焼いていきます。大根はおろして使うので葉に近い上部を使う方が辛みが少なくておすすめです。皮は剥いても剥かなくてもどちらでも大丈夫。梅干しの種を取ったらペースト状になるまで叩いていきましょう。大根おろしはでんぷんを分解するアミラーゼという消化酵素が多く含まれているので、お餅の消化を助けてくれる働きがあります。食物繊維が豊富に含まれているので、血糖値の急激な上昇も抑えられます。大根はおろしたら水分を軽く切りましょう。カロリーも低いので気兼ねなくお餅と組み合わせられますよね。大根おろしの水気を切ったら梅ペーストと混ぜ合わせていきます。混ぜると大根おろしが梅肉でピンク色に染まります。綺麗ですね。お餅がこんがり色づいてきました。お餅が焼けたら熱々のうちに盛り付けていきますよ。お好みで七味唐辛子をかけると香りがついてより美味しくなります。完成です。綺麗な色合いで美味しそうですね。大根おろしに含まれるイソチオシアネートという辛味成分は血液をサラサラにしたり抗酸化作用もあるので美肌効果も期待できます。このイソチオシアネートは大根をおろした時に作られ、加熱すると壊れてしまう成分なので辛味餅として食べるのが最適と言えるでしょう。いただきます。さっぱりして美味しい。梅干しの酸味としょっぱさで大根おろしが甘く感じるから不思議。七味の香りもアクセントになっていい感じ。この梅おろしはお餅だけでなくお肉やお魚との相性もいいですよ。今回は土用干しから半年経過した梅干しの様子と梅辛み餅のレシピをご紹介させていただきました。この梅干しもじっくり熟成させて味の変化を楽しみながら育てていきたいと思います。梅辛み餅も簡単で美味しいのでぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。